こんにちは、花森です。2022年が終わり、気づけば2023年になっていました。皆さんは年末年始どのように過ごされていましたでしょうか？私は仕事にプライベートに追われながらなかなか動画が更新できていませんでしたが、今回はその理由をお伝えしようと思って今動画を撮影しています。結論からお伝えすると、実は去年の9月から都内の建築設計部に勤務しており、業務量的になかなか動画を制作する時間を取ることができませんでした。会社で働き始めましたということをまずは9月に皆さんにお伝えしてから勤務を始めようかなと思ってもいたんですが、今回は正社員という形での勤務ということもあり、最初に使用期間というものもあったので、一旦その使用期間が終わってから正式にご報告しようと思っていました。きっといつも動画を見てくださってる方々の中には、就職したことでおめでとうと温かい声をかけてくださる方もいるのかなと思い、後からやっぱり正式に採用されませんでしたみたいなことになると逆に申し訳ないなと思ったので、やっぱりこのタイミングにしたかったです。動画を出していない間でも動画楽しみにしていますというコメントを書いてくださっている方がいたので、なかなか現状をお伝えできずに心苦しいなと思うこともあったんですけれども、実際はこれが原因です。で、これまで3年間フリーランスという形でインテリア、内装のコーディネートをしてきたんですが、なぜこのタイミングで就職という形を取ったのか不思議に思われる方もいると思うので、理由をご説明したいんですけれども、大体3つありまして、まず1つ目は知り合いの方に人材紹介をしている人がいるんですけれども、その人から某不動産会社の建築部の面接を受けてみないかと声をかけていただいたことでした。以前からその方に今後フリーでこういうことをやっていきたいだとか仕事のことを相談していまして、で、花森さんの今後のことを考えると、一度会社での経験、建築系の会社での経験をしてもいいんじゃないかっていうことで紹介をしてもらいました。ただもちろんいきなりのお話だったので、じゃあすぐに就職しようみたいなのはなかなか思えなくてですね、一旦はお断りしようかなと思っていたんですけれども、話を一回聞くだけでもいいよと先方からも言っていただけたので、とりあえずお話を聞かせていただくことになりました。で、そこからですね、ただ話を聞かせていただくつもりだったのがとても良い会社さんでして、結局選考も進ませていただくことになり、最終的には最終面接まで進ませてもらいました。ただ結局は最終選考前でこの会社の人事の方ともよくよく正直な部分、実際のところを話し合ってですね、入社はしなかったです。ただですね、私なんかでも建築系の部署に応募して最終選考までいけるんだっていう自信にはなったんですよね。というのもですね、私大学は出てたんですが建築学部ではなかったんですよ。全く違う学科だったので、大学卒業時に就活で企業の建築設計部と言われる部署には応募すらできなかったんですよ。募集要項を満たしていなかったので。ただそれでもその頃からお家だったりインテリアは好きだったので、結局新卒でリノベーション会社の広報部に入社しました。設計には直接関わることはできないんですが、業界的には家とか内装の分野に関われていた状態でした。そういった広報の仕事を続けながらも、やっぱり心のどこかでは自分も設計とか内装の部分に関わりたいなという気持ちがあったので、数年後フリーランスのコーディネーターをすることにしたんですよ。前職で知り合った不動産会社の方からお客様をご紹介いただくという形で、だいたい月少なくて3件、多い時で月7件ぐらいご紹介をいただいてたんですけれども、丸々3年させていただいたので、気がつくと合計は100件を超えていました。
なのでこの3年間携わらせていただいたお仕事の内容と、あとインテリアコーディネーターの資格、あとこの3年の間にもしかして今後使うことがあるかもしれないと思って CAD の勉強だけ短期で学校に行ってたことがありまして、これ自体は実務で使っていないので全く経験としては意味がないものかもしれないんですけども、この3つをうまくお伝えできれば、もしかすると学生の就職活動では応募すらできなくて諦めていたけれど、今なら入れる会社さんが少しあるかもしれないなと思って、その時から真剣に企業情報を調べるようになりました。で、次2つ目の理由なんですけれども、そうやって企業情報、求人とかを調べていくうちに年齢の制限があることも分かってきました。もう少しフリーで仕事を請け負って5年後35歳ぐらいになった時に後々企業に応募すればいいかなとも思ってたんですが、私は建築学科卒業ではなく CAD の実務経験もなく、そうなるとほぼ未経験者として会社に入ることになるんですね。そうなると応募の条件が未経験だと30歳までっていう会社もあってですね、その場合私ちょうど応募時がですね29歳の後半だったので、チャレンジしてみたい会社があったら今するしかないと思うようになりました。これが突然就職活動を始めた2つ目の理由です。で、あと最後3つ目は、今の自分の経験値でインテリアコーディネーター業務にこれ以上広がりを持たせることが正直難しいと感じてしまったからです。大変ありがたいことに案件の数自体は多く担当させていただいたかと思います。ただ個人一人で受けるとなるとどうしても案件の規模自体は小さくなってしまいました。100件のうち 90% ぐらいは30平米以内のお部屋で、規模もそんなに大きくないものです。お仕事いただけること自体はもう本当にありがたいですし、内容も楽しいものではありましたが、今後もっと規模の大きいものにチャレンジしたいとなった時ですね、実際問題職人さんに手伝っていただかないと難しいんですよね。ただ問題はどの会社も今職人さんが不足してると言われてまして、そんな時に個人から依頼を受けてくれる職人さんはほとんどいないんですよね。結構探して営業も何件かかけてみたんですが、職人さんご自身も大手の企業さんから引き合いもたくさんありますし、個人から依頼を受けるのやっぱり心配ですという、正直なご意見もいただきまして、一緒に仕事をしたいとなった場合には、会社を建てるですとかもう少し規模を自分自身で大きくしないと依頼するのは難しいなと思いました。個人でこのまま小さい規模のものをメインでやっていくっていうのも一つの手だとは思ったんですが、企業単位で受けれる仕事の方がもちろん規模、予算も違ってきますので、一人で受けていた時には選べなかったグレードの高い建材とか住宅設備がきっと選べるようになると思ったんですね。あとはチームとして施工会社さんとのやり取りをしていくっていうのは今後の自分自身にとってもいい経験になるんじゃないかと思ってきました。実際就職した今の会社は建物を建てるところから始めるので、予算も個人の時とは比べ物にならないくらい増えました。なのでこの3つのきっかけ、たまたまそういう面接を受けるきっかけがあったっていうこと、あと年齢的な制限があったっていうところ、あと最後に今の経験値で個人の活動を広げていくことに限界を感じていたっていう3つの理由があって、今回会社の建築設計部に就職することに決めました。今お話ししたのが会社に属することになった理由なんですが、忙しくなった理由としてはこれは完全に私の誤算でして、一応ずっと不動産業界にはいるので建築設計部というものがいかに忙しい部署なのかっていうものは入る前からある程度理解はしていたつもりだったんですよ。ただ最初の3ヶ月間は研修ですというふうに聞いていまして、そんなハードなものではないだろうと思っ
って最初の1ヶ月間個人の仕事を持ったままスタートしてしまいました。今までお世話になった方には個人の仕事を辞めることをお伝えしている段階ではあるものの、就職自体も急に決まったので、しばらく会社の業務と個人の業務並行して行っているような状態でした。今の会社は副業自体 OK なので、勤務時間以外であれば個人の仕事を受け持つこと自体は問題ないんですが、やっぱり兼業はかなり難しかったです。例えば朝6時に起きて個人の仕事の現場に行ってちょっとだけ作業して、9時18時は会社で仕事をして夜個人の現場に行くみたいな状況になってしまい、本当に時間的な余裕が全くなくなってしまいました。これはもう私の単なる計画ミスでして、結果的に動画を作る余裕がなくなってしまいました。ただ会社勤めを始める前に YouTube の動画投稿で企業の方と契約させていただいたものもあったので、そういうものはもちろんお仕事なので時間の合間を縫って少しずつ編集したものを投稿させてもらっていたような状態でした。というわけで以上が私が長い間動画を更新していなかった理由になります。結局長々と話してしまったわけですが、フリーランスから会社員になるというのはかなり私にとっては一大決心だったというか、人生の中でも大きな決断でした。ただやっぱりお家が好きで内装に関わる仕事をずっとやっていきたいという気持ちは大学生の頃から変わらずに持ち続けているので、今まで以上に専門知識をつけて、もし皆さんの暮らしの中でも使えそうな部分があれば動画で共有させていただきたいと思っています。30歳という年齢になると急に今後のキャリアだったり暮らし方に悩んで不安になる人もいると思うんですよ。私もそうでしたし、私の周りの友達もそうですし、なのでもし何か私の方で解決できそうなことがあればコメントでも DM でも送っていただいていいですし、私のチャンネル見てくださっている方は20代後半から30代前半の方もたくさんいらっしゃると思いますので、この動画のコメント欄に書いていただければどなたか人生の先輩が返信してくれるはずだと私は思っています。それでは本日の動画はここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。花森でした。